ゴディバ経営不振。トルコゴディバ売るよ。入札してね。韓国欲しいな。1000億出せば買えるかな。銀行さん750億貸して、私も250億出すからさ。今は日本9割だけど高級ブランドだからグローバル成長できるよ。銀行杯喜んで貸すとこなかったんです。韓国よしよし買えたぞ。売上400億で利払い40億か。まあなんとかなるだろう。借金はゴディバに付け替えてと。あれ初年度から赤字だ。だけど成長すればいいか。コンビニコラボ増やして売上伸ばそう。カフェやパン屋も作ってと。日本最近ゴディバ増えたな。ちょっと飽きた。バレンタインもまあ今更だね。コロナ外出禁止です。カカオ不作です5倍です。ゴディバウボは売れない上に原材料費が爆上がりで大赤字だ。利払いもきつい。もちろん元本も無理。銀行さん返済できないです。銀行グルル今更危険。返済期限延長。追加融資だ。なぜこんなことになったのでしょうか。実はゴディバを追い詰めたのはカカオじゃなく750億の借金なのです。順を追って解説していきます。売却2018年ベルギー発祥の高級チョコレートブランドゴディバの日本、韓国、オセアニア事業が売りに出されました。売り手はトルコの食品大手ユルドゥズホールディングです。ゴディバは2007年にトルコのユルドゥズに買収されて以来この企業グループの傘下にありました。今回の売却対象は日本を中心とした約300店舗。売上高は当時400億円規模です。強気の売却希望額は1000億円を超える水準でした。入札この案件に名乗りを上げたのがアジア系の投資ファンドMBK パートナーズです。 MBK は韓国系の投資会社でこれまでにも消費財や小売の分野で数々の買収を手掛けてきました。ゴディバの売上構成は実に9割が日本市場に依存しています。それでも高級ブランドという資産価値そのものにグローバルでの成長余地を見出しました。買収からおおむね3年から5年をめどに新規株式公開を目指す計画も描かれていました。3弾買収総額は1000億円を超える規模になると見込まれました。この資金をどう用意するか。 MBK が自己資金として投じたのはおよそ250億円です。残りのおよそ750億円は銀行からの借り入れで賄う計画が組まれました。買収資金の大部分を借金で調達し買収した会社自身にその返済を担わせる。これはレバレッジドバイアウトと呼ばれる投資ファンドの世界では一般的な手法です。融資この750億円の融資に複数の銀行がシンジケート団を組んで応じました。当時は低金利が続きまとまった資金を高い利回りで貸し出せる先を銀行側も探していた時期です。誰もが知る有名ブランドへの融資という案件は貸し手にとっても魅力的に移りました。こうして1000億円を超える買収は成立します。複数の銀行がこの案件にシンジケート団という形で参加します。一つの銀行だけで750億円という大口の融資リスクを抱え込むのではなく複数の銀行で分担して貸し出す仕組みです。誰もが知るブランドという知名度、そして高級菓子市場での確立された地位が貸し手側にとって安心材料となりました。こうして銀行団は750億円という大規模な融資に応じることを決めます。低金利化でリターンを求める銀行側の事情と買収資金を確保したい投資ファンド側の事情がちょうど噛み合った瞬間でした。この融資が後にどのような形で銀行団自身の頭を悩ませることになるかはこの時点ではまだ見えていません。完了。こうしてゴディバの買収は無事に完了しました。買収総額は1000億円を超えそのうち750億円は銀行団からの借り入れで賄われています。表面上の計算では年間の利払い負担はおよそ40億円と見積もられていました。当時の売上高は400億円規模です。数字だけを見ればなんとか回せる水準に思えました。点火ここで重要な仕組みが動きます。買収資金として借り入れた750億円の返済義務は買収したファンド自身ではなく買収された会社であるゴディバジャパンに背負わせる形が取られました。これはレバレッジドバイアウトと呼ばれる手法に共通する構造です。買い手は少ない自己資金で大きな買い物を実現しその返済という重荷は買われた会社自身が引き受けることになります。一変ところが決算を締めてみると思わぬ数字が浮かび上がりました。買収からわずか1年目にしてすでに赤字が計上されていたのです。これはコロナ禍やカカオ価格の高騰といった外部要因が起きるよりもさらに前の出来事でした。買収に伴うの連焼客と金利が収益を圧迫する構造を最初から抱えていた可能性がうかがえます。拡大それでも事業は成長すれば数字は追いつくという判断のもと売上拡大に向けた施策が次々と打ち出されていきます。コンビニエンスストアとの共同開発商品を増やし接点を広げる戦略が加速しました。合わせてカフェ業態やベーカリー業態への展開も進められます。高級ブランドとしての希少性を保ちながら同時に販売数量も伸ばすという2つの相反する目標が同時に追求されることになりました。新と高級チョコレートブランドとして知られてきたゴディバですが近年街中での見え方が変わってきました。コンビニエンスストアの棚に並ぶスイーツ、駅中のドーナツ店、
土産物店の焼き菓子。かつては専門店や百貨店でしか出会えなかったブランドが生活のあらゆる場面に顔を出すようになったのです。希少性、高級ブランドの価値を支えてきた要素の一つに入手のしやすさをあえて制限するという発想があります。簡単には手に入らないからこそ特別な贈り物として選ばれる。ところがコラボレーションの数が増えるほどこの希少性は薄まっていきます。数百円で買えるドーナツにゴディバの名前が付くことは話題性を生む一方で、ブランドが背負ってきた特別感を少しずつ削っていく側面もあります。風化、もう一つ見逃せないのがバレンタインデーという行事そのものの位置づけの変化です。職場での義理チョコをはじめとする慣習が薄れ、贈り物としての意味合いも以前ほど強くなくなってきています。ゴディバというブランドは長年このバレンタイン需要と強く結びついて存在感を築いてきました。その土台となる行事自体が変質していけば、ブランドの季節的な求心力もまた静かに弱まっていくことになります。日常、こうして多くの人にとってゴディバは特別な日に選ぶ贈り物から身近で見かける存在へと姿を変えていきました。増えすぎた接点と薄れゆく行事需要、この2つが重なった時、消費者の心の中で起きているのは飽きという感情です。数字には現れにくいものの、これもまた経営の土台を静かに揺さぶる要因の一つでした。閉塞、新型コロナウイルスの感染拡大により日本社会は大きな制約の下に置かれることになりました。外出の自粛が呼びかけられ、店舗への来客そのものが大幅に減少します。百貨店や商業施設の営業時間短縮、休業要請も相次ぎました。ゴディバの主要な販売チャンネルである実店舗にとってこれは深刻な打撃です。分断、高級チョコレートという商品の性質上、実際に店舗を訪れ目で見て贈り物として選ぶという購買体験が重視されてきました。ところが外出そのものが難しくなったことで、この購買体験の機会が根本から失われていきます。オンライン販売への切り替えも進められましたが、贈答品としての特別な体験を画面越しに再現するのは容易ではありませんでした。停滞、さらに法人需要の落ち込みも重なります。企業の集まりや接待、季節の贈答習慣といった場面が縮小し、こうした場で選ばれることの多かった高級チョコレートの需要も合わせて減っていきました。もともと抱えていた借入返済の負担はこの間も止まることなく続いています。売上が細る一方で返済のスケジュールだけは淡々と進んでいく。この時期、ゴディバの経営はじわじわと体力を削られていくことになりました。不作、まずチョコレートの原料となるカカオ豆の価格がかつてない水準まで上昇しました。主要な産地である西アフリカのガーナやコートジボワールで天候不順や病害の影響により不作が続いたことが背景にあります。2022年頃までは1トンあたりおおむね2000ドル台で推移していた価格が2023年後半から急激に上昇を始めました。高騰、そして2024年から2025年にかけてカカオ豆の価格は一時1トンあたり1万ドルを超える水準にまで達します。これは数年前と比べておよそ5倍という異例の高騰です。チョコレート業界全体にとって原材料費の急上昇は避けられない現実となりました。圧迫、ゴディバの決算を見ると損益率そのものは 67% 前後と高級菓子として健全な水準を保っていました。原価の上昇分はある程度販売価格や商品構成の見直しで吸収されていたことが伺えます。ただしこれはあくまで売上総利益の段階での話です。すでに借入返済という重い負担を抱えていたゴディバにとってこのカカオ高騰は弱っていた体に追い打ちをかける一撃となりました。破綻、複数の要因が重なった結果、ゴディバジャパンの経営はいよいよ立ち行かなくなっていきました。バレンタイン需要の減退、コロナ禍による販売機会の喪失、そしてカカオ価格の高騰、これらはいずれももともと抱えていた借入返済の負担の上に次々と積み重なっていったものです。限界、決算の数字はその厳しさを如実に物語っていました。純資産に占める自己資本の割合は大きく低下していきます。買収から数年の間に利益剰余金と呼ばれる内部留保は数百億円規模のマイナスにまで積み上がっていました。売上高そのものは大きく落ち込んでいないにもかかわらず利益の段階では赤字が続くという状態が何期にもわたって続いていたのです。不納、そしてついに返済の期限そのものが訪れます。買収時に借り入れた750億円規模のシンジケートローンは2026年6月末に満期を迎えました。しかしこの期日までに元本を返済することはできませんでした。高級ブランドとして知られてきたゴディバの日本法人が借入金を期日通りに返せないという事態に至ったのです。この知らせは静かにしかし確実に業界の内外へと広がっていくことになります。猶予、返済期日を迎えたゴディバジャパンからの申し出を受け、銀行団は対応の検討に入りました。すぐさま資金の回収に動くのではなく、返済期限そのものを延長する方向で調整が進められています。すでに750億円という大きな資金を貸し込んでいる以上、ここで無理に回収を急げば貸し手側にとっても大きな損失につながりかねません。CN 合わせて
外部からの新たな支援を受け入れる方針も固まりました。事業会社をスポンサーとして迎え入れ、出資という形で財務基盤そのものを立て直す構想です。今回の夏をめどに支援先の選定作業が進められる見通しとなっています。店舗網の見直しや人員の配置転換、原材料調達の効率化といった事業そのものを引き締める取り組みも並行して検討が始まりました。現在こうして2019年の買収から続いてきた一連の流れは今まさに再建という新たな局面を迎えています。買収時に組まれた借金の構造、そこに重なったブランドの大衆化、コロナ禍、そしてカカオコート、これらが一つずつ積み重なった先に今回の事態がありました。高級ブランドの看板の裏側で財務という土台がどのように組まれ、どのように揺らいでいったのか。ゴディバというブランドをめぐる今回の出来事はその一例を静かに私たちに示しています。